世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はい、タカと申します。現在ね、画面上で皆さん、はちゃめちゃに暴れ回ってくれてるんですが、最近はですね、量産作業の割合が結構増えてきましたね。新規で新しいシステムとか機能を実装するっていう作業も並行してやりつつなんですけど、いわゆる後回しにしてた作業ですよね。仕組み自体はできてるんですけど、データの数が圧倒的に足りてなかった。後回しにしてた部分っていうのをしっかりね、量産していく、埋めていくっていう作業を増やしてます。開発もね、後半に入ってきてるんで、作業量的には結構重くなってきてるんですが、しっかりね、ゴリゴリと進めていきたいと思います。で、その量産中のものの中からね、いくつかピックアップして皆さんに共有していきたいと思います。では早速まずプレイヤーの挙動方面から行ってみましょうか。最初はジャンプモーションからですね。以前までは単一のモーションだけで補ってたんですけど、今回からは4つのモーション、前後左右で異なるジャンプモーションが出るように変更しました。前までのモーションってね、なんかこう浮遊感があるというか、物理の問題なんかに出てくる加速する昇級、空気抵抗は考えないものとする、みたいな謎の無機質感があったと思うんですよね。それが今回からはね、しっかりゴリゴリとアクションする感じのジャンプになったので、視覚的な満足度はね、かなり上がったかなと思います。で、この視覚的な満足度っていうのが、3人称視点のゲーム、肩越し視点のゲームが持つ一番の強みだなと個人的には実は思ってるんですよね。例えば最近 VR のねゲームとかもたくさん出てきてると思うんですけど、ああいったゲームがね仮に SAO みたいなフルダイブ式のゲームになったらめちゃくちゃ強いと思うんですよ。攻撃した時にね腕を振ってる感覚とか、ジャンプした時にかかる重力の感じとかを実際にね脳みそに電極ぶっ刺してインプットできるようになったら、それはもう VR ゲームのね一人勝ち状態になると思うんですけど、現段階ではねそういうシステムってまだ実現できてないじゃないですか。となってくるとやっぱりねディスプレイを通してグラフィックを目で見るっていうことが一番の情報の仕入れどこ、インプット元だと思うんですよね。つまり自キャラの動きを目で見れるってことがめちゃくちゃ大事で、これがねやっぱり僕が普段からよく言ってるリンク感っていうものに大きくつながってくると思うんですよね。例えばこのジャンプモーションも攻撃判定すらついてないただの上下移動するモーションなんですが、このゲームではね敵の攻撃を回避する時とかにジャンプを割と使ったりします。その瞬間にしっかりジャンプボタンを押した結果として自キャラがジャンプしてくれたという現象がねまじまじとグラフィックを通して目から脳みそにインプットされるんで、主人公とプレイヤーの脳みそが直接つながってる、リンクしてるような感覚ってのを味わえると思うんですよ。そういったところを大切にしたいので、ボタンを押した瞬間だったりパリーが成立した瞬間、ジャンプを入力した瞬間といったものはね結構こだわっていきたいと思います。で、この話の流れでパリーのモーションですね、これもちょっと変わりました。実はこれシステム自体は初期の段階からすでに出来上がってて、実は敵が上下左右どこから攻撃してくるかによってパリーのモーションが変わるようになってるんですよね。右から攻撃来たら左にちゃんと受け流すようになってるし、その逆もまたしかりっていう感じです。これは単純にねパリーモーションって結構連続で再生されることもあるアクションなので、同じモーションがね2度3度4度と連続で再生されてしまうとちょっと味気ない映像に見えてしまうっていう、そこを解消する狙いもあるんですけど、それ以上にねやっぱりちゃんと敵の右からの攻撃を左に受け流してますよみたいな、この力のベクトルの感じがごく短い秒数ではあるんですけど画面上にしっかり表現されてると、その情報が目から脳にインプットされていくっていうことの方がどっちかというと大事かなと思っていて、実際にこのジャンプとパリーのモーション変更ちょっとしただけでプレイした時の気持ちよさね結構爆上がりしてるんですよね。どちらもボタンを押した瞬間に即時発動してごく短い秒数だけ表示される。ただし表示される機会は割と頻繁多めっていう、似た系統のアクションかなと思ってるんですけど、こういった系統のアクションはマジでねちょっとケレン味多めで作った方がいいなっていうのはここ最近の実装でね深く確信を持てましたね。で、この後さらにねヒットストップとかも実装していく予定なので、パリの方に関してはねよりさらにリッチになっていくかなと思います。実際触った時の気持ちよさっていうのはぜひ、リリースされた時にプレイして確かめてみてください。じゃあ続いて敵の話もねちょっとしていこうかと思うんですけど、このお二方ですね、ハンマーと両手剣、こいつらね最近結構手入れてます。このお二方はねもう長いですよね。開発のかなり初期段階からいた敵でございまして、最初はねパワータイプの雑魚敵ってどんな感じの攻撃頻度なんだろうとか、攻撃のダメージ量はどれくらいかとか、スーパーアーマーつけたらちょっとうざすぎるかな、どうだろう、ちょっと実験してみるかみたいな、そういった検証段階から付き合ってくれていて、で徐々にね強敵枠とかボス枠
みたいな、強いエネミー作るってなった段階からも、こいつらはね、割とそのまま強化して、実証実験に付き合ってもらうっていう感じでやってきたので、つまり開発と同時に成長してきた2キャラっていう感じなんですよね。ただ実際ゲームリリースするってなった時に、どこか一つね、役割を決めて、これくらいの強さのエネミーだということで、ゲーム内には登場させないといけないので、今までね、超汎用型のどこの役割でもこなせますよ、みたいなオールラウンダーだったんですけど、ちょっとね、限定した仕様に変えていってる最中です。で、結論から言うとね、この2人両方とも、強敵枠、あるいはボス枠としてちょっと使っていこうと思うんで、代わりとなるね、汎用的なパワー系雑魚枠で、この肩にね、両手剣担いでるタイプの敵っていうのをちょっと追加して、こちらの方も作っています。なのでね、本当に量産系の作業ってね、タスクの量が尋常じゃないですよ。とはいえ敵の作り方とかもね、もう結構手順的には固定化されてきたので、フルスピードでね、ゴリゴリ作っていってるんですけど、今だとまともに動くのはこのハンマー兵かな。強敵枠として順調にレベルアップ中といったところですね。あとは両手剣タイプなんですけど、こいつはね、さらにもう一段上の存在っていう感じなので、めちゃくちゃ作業途中なんですけど、こんな感じのね、大技とかもちょっと用意しようかなと思ってます。これ本来ね、飛ぶ斬撃的なやつをここから放つ、三連撃で放つみたいな技にしたいんですけど、いかんせん作業中なもんでね、全く斬撃が飛ばないね、ちょっとダサい感じの見た目になっちゃってるんですが、エネルギー貯めるところまではね、結構いい感じになってきてるかなと思います。で、あとこいつはもうモデルも差し替えたいですね。ちょっともともとこれね、斧持ちの雑魚一般兵と同じモデルをね、サイズだけでかくして使ってたんですけど、ちょっとこいつの設定上の強さ的にこのモデルでいくっていうのはちょっといかんせん見た目が強さに追いついていないなということで、もっとね、ゴリゴリ強そうな見た目にちょっとチェンジしていきたいと思います。武器も合わせて変えたいですね。この細身のツバイヘンダーね、個人的にはめちゃくちゃ好きな見た目なんですけど、大型のボス敵が持つ獲物としてはちょっとふさわしくないかなと思います。あとは体格ですね。このキャラクターのサイズ自体ももうちょい上げたいですね。戦闘が破綻しない範囲ギリギリぐらいまでちょっとでっかくしてみることを検討中です。こいつに関してはね、交互期待ということで、今後の成長をお待ちください。では最後にですね、ちょっと新規実装してた部分もあるので、そこもちょっと共有していきます。インベントリですね。こちらが大枠までね、結構作れてきたので、ちょっと見ていきますか。ポーズメニューからインベントリに入ります。これね、時間止まってるんで、一応敵との戦闘中とかも開けますね。タブが3ページありまして、雑多アイテム、そして装備品、それからキーアイテム、書物とか鍵とかがここに入るイメージですね。で、雑多アイテムに関しては、一応ショートカット、十字キーに設定したりとか、あとね、ポーズメニューから直接使用するっていう、ゼルダみたいな感じの使用方法もあるんですけど、基本的にアイテムの使用にはね、何らかのモーションが発生するので、ポーズメニューからね、回復アイテム爆食いしてヌルゲー化みたいなことは一応ないようになってますね。なので、やはりメインの回復方法としては、ちぎりで回復するっていうのが一番大きくなってくるかなと思います。雑多品の回復石に関しては、結構ね、敵からも割とたくさんドロップさせようと思ってるので、そういったところで数集めていって、基本的にはショートカットに設定してワンボタンでね、使用するのがいいかなと思います。イメージ的には道中攻略中は雑多品の方で回復していって、で、ボスとか強敵との戦闘中にちぎりの回復を使っていくと。ちぎりはモーションも短いですし、バフ効果とかも作るので、戦闘中に使うのが最も効果的っていうような、そもそも設計になってますので、そういった使い分けがね、かなり有効かなと思います。で、あとはこのインベントリの大枠実装と並行してですね、ユーザーインターフェースの音、UI サウンドっていうのを追加していってます。こんな感じでポーズメニューでね、カーソル動かした時とか、ページめくった時、それからスキルを獲得した時とか、あと個人的に一番お気に入りなのが、チュートリアルの表示が出る時ですね。なんか新しいことを覚える時になる音なんですけど、こんな感じのね、結構気持ちよくなりますね。普段ね、プレイヤーとしてゲームプレイするときって UI サウンドとかって正直あんまり気にせずにプレイしちゃうこともあるんですけど、やっぱね、ずっと無音でプレイしてきたゲームに急に UI サウンドついてくると、なんかかなり満足度上がりますね。カーソル動かす音とかもね、結構耳障りのいい、なんか ASMR っぽい音になってるんで、なんか個人的にはテンションの上がる実装でしたね。ただ別に音にね、めちゃくちゃこだわりまくってますみたいなわけではないんで、他のゲームと比べてね、そんな突出したなんかサウンドがあるってわけではないんですけど、意外と UI サウンドってあるなしでは大きく変わるんだなという、そんなお話でございました。ちなみにね、ボス戦の BGM に関しては、以前ね、旧千罰を制作してた時に、東京の方でね、プロの作曲家の方、演奏家の方に協力してもらって、作成していただいた、めちゃめちゃいい曲がね、一応資産として僕の手元に残っておりますので、そちらの方はね、引き続きこの新生千罰の方でも使わせていただこうと思ってます。そういった BGM も含めてね、ボス戦、やっぱりこのゲームの一番盛り上がるコンテンツだと思うの
で頑張ってね、形にしていこうと思います。というわけで今回この辺で終わりたいと思います。また来週もよろしくお願いします。